はい、哲也です。今日はね、トランプ大激怒、バイデン大増税は中国を利するだけというテーマでお話してみたいと思います。米国の政治の世界にも常識というか暗黙のルールというものがいくつかあります。前大統領は新大統領の政策に表立ってケチをつけないということもその一つ。しかしね、トランプさんはやっぱり破格な人物。こうした暗黙のルールに固執するよりも、アメリカをダメにする政策に対しては表立って徹底的に非難する方を選びます。先日3月31日もバイデン大統領が突然大増税計画を発表したら、早速怒りの声明を発表しました。この声明にはトランプさんの政治に対する基本的なスタンスが見事に現れていると思うので、今日はそのことについてこの記事を参照しながらお話ししてみたいと思います。バイデン大統領は2から3兆ドル、日本円にしてね、約250兆円規模の大増税を提案しています。この増税の規模感についてはね、あまり大きすぎるんでピンとこないという人もいると思うんですけどね。ですので比較対象を挙げた方がいいかもしれませんね。例えば日本の国家予算はざっくり言うと約100兆円。今回バイデン大統領が打ち出した増税計画の規模は日本の国家予算の2から3倍に相当する途方もないものです。そういえば日本でも数年前、より正確に言えば2019年の10月でしたかね、増税が実施されましたよ。覚えてますよね。そう、8% から10% への消費増税です。これにより回復しかけた日本の景気が腰折れ状態になったことはご承知の通りです。その後コロナのパンデミックによる打撃も加わりね、日本経済は一時マイナス成長に転じました。この時の増税額は消費税 1% の増税による増収がだいたい 2.5 兆円程度と言われているので、単純計算すれば5兆円程度の増収が期待できるということになりますね。ただしね、消費増税を行って景気が悪化すれば結局ね、所得税が減ったり法人税が減ったりしますので、本当の増収がねどの程度になるかっていうのはね、その時々によって変わってくると思うんですよね。だから単純計算はできないんですけど、5兆円程度の増収が期待できるということになりますね。それと比較すれば今回バイデン大統領が打ち出した250兆円規模の増税がね、いかに桁外れのものかがお分かりいただけると思います。米国の経済規模は日本の4倍ほどの大きさがありますけれども、それにしてもこの増税額はね、米国史上最大というだけあったね、まさに前代未聞の規模であることに変わりはありません。では肝心の増税の目的は何か。それはバイデン政権の説明によれば、気候変動への取り組み、インフラ整備、無償コミュニティカレッジの提供、そして格差是正などとなっています。まさにね、民主党らしい美しい政策っていうか耳障りのいい政策ばかりですよね。しかしこれはね、いわゆる超社会主義政策なんですね。まさにバーニー・サンダースも真っ青というねレベルの、超社会主義的政策なんですよね。一歩間違えれば米国経済を不況のどん底に陥れる可能性も秘めています。バイデン大統領は当初年収40万ドル以下のいわゆる低中間所得者層は今回の増税の影響は受けないと約束していたんですけどね、実際にはね、年収20万ドル以上の所得層の人々には影響が出ることが判明しました。なぜならね、ジェン・サキ報道官によれば40万ドルという数字はですね、家族世帯を対象にしたものだということなんでね、それを前提に計算すれば実際にはですね、単身世帯に関しては20万ドル以上であれば相応の打撃を受ける形となっているということなんですね。トランプさんは真面目に働く最も人口の多い低中間所得者層を大事にする政策を取ってきました。
トランプさんが今回のバイデン増税に怒りをぶつけたのは、まさにそれがね、その大切な低中間所得者層を直撃するものだったからです。この点トランプさんは声明の中で、グローバリストの裏切りとかアメリカンドリームへの残酷かつ無慈悲な攻撃と表現しました。ここでいうグローバリストとは世界市民といった意味ではなく、愛国心や国家へのこだわりもない、金儲け主義の集団ということを意味しています。言ってみれば、金儲けにつながるのであれば、戦争や大きな景気変動も大歓迎といった人たちのことですね。グローバリストは一見もっともらしいことや、耳障りのいいことを言ってですね、大衆を騙して、結局大衆からお金を吸い上げる人たち。だからトランプさんの言うアメリカファーストではなく、金儲けに必要とあらば、いつでもアメリカラストに転じることができる人たちです。トランプさんの言うグローバリストの裏切りという言葉にはそうした意味が込められているんですね。またそうしたグローバリストの裏切りはトランプさんの目にはたとえ今は低所得に甘んじていたとしても、社会が階級性のない平等かつ公正なものであれば、努力次第で自分の抱いた大きな夢をいつかは実現できるというアメリカンドリームへの残酷かつ無慈悲な攻撃と映るということなんでしょうね。そして実はこうしたグローバリストの裏切りやアメリカンドリームへの残酷かつ無慈悲な攻撃は米国をダメにするだけではないんですね。アメリカ人をダメにするだけでもない。トランプさんはそれは米国のライバル、いやもっと露骨な言葉を使えば宿敵である中国とりわけ CCP を大いに利する行為だと主張しています。そのことは当然米国が世界覇権を中国に明け渡す危険もはらんでいます。2020年12月16日に英国の CEBR、これ経済ビジネスリサーチセンターというんですけども、その CEBR がちょっと、ある意味ね、ショッキングな予測を発表しました。その記事によるとですね、CEBR はなんとあの中国が2028年には米国を経済面で追い抜くと予想したんです。2028年ってあとたった7年ですよ。めちゃくちゃ間近じゃないですか。ちょっとね、7年ぐらい前のことをね、思い出してみてくださいよ。どうですか？ 10 年一昔と言われるだけあって、7年ってそんなに遠い昔のことじゃないんじゃないですか。っていうか、むしろつい最近のことのように感じる人も少なくないんじゃないでしょうかね。そう、それぐらい近い未来に中国が米国を経済面で追い抜いてしまうということです。経済面で追い抜くということは、軍事力の面でも米国を上回る可能性が高くなると見るべきだということですよね。そのことはまさにパックスアメリカーナからパックスシニカへと時代が大転換する可能性があることを意味しています。それが今からたった7年後に起こるかもしれないということですよね。もちろんね、中所得国の罠というね言葉があって、本当にね民主主義というものを導入できなければね、その国はそれ以上発展できない、頭打ちになるというね説もあります。ですからどういうふうにこれからなるか分かりませんけれども、アメリカ次第でしょうかね。もしですね7年後にですねパックスシニカになってしまったとしたらね、自由民主主義基本的人権、そして法の支配といった人類普遍の価値を破壊する国が世界覇権を握り、我が国も含めた世界全体を支配するということになるわけですね。そしたらあなたはどう思いますか？トランプさんは今回の声明の中でこう述べています。バイデン政権の下で米国は中国との経済戦争に再び敗れつつある。そしてバイデンによる馬鹿げた数兆ドルもの増税は完全な経済的屈服をもたらす戦略だ。高水準の給与を与える米国の国内雇用を犠牲にするなんて、世界的なパンデミックの悪影響の中から立ち直ろうとしている時に、我が国民が最もやってもらいたくないことだとね。さらにトランプさんは同じ声明の中で、バイデン大統領の大増税計画が実行に移されたら、グローバル企業は米国で雇用を維持することで高い税金を支払うより、これ今回の増税にはね企業増税も入ってますからね、
生産拠点を北京や上海に移して現地の雇用を増やした方が得となることから、これはまさにアメリカファーストではなくアメリカラストの政策と切って捨てました。このようにトランプさんは前大統領としてのいわば引退生活とか隠居生活とはまさに真逆の生き方をしています。というか、米国を愛しているから私はこの国を救わなければならないという使命感に現役大統領時代以上に燃えていると言った方がいいでしょう。そしてこれから大規模な政治集会も精力的に実施していく予定のようですし、そのうちトランプさん自前の SNS も立ち上がってきます。現役大統領で亡くなったので、今マスコミにおける露出はかなり少なくなってきましたけどもね、トランプさん自身は今なお意気健康であり、まだ始まったばかりの途方もない旅を続けています。僕もぜひそれに遅れないようについていき、いつか一緒にゴールにたどり着きたいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。